はい、今回はちょっとね日がね空いてしまったんですけども、今回広角じゃなくて当倍でやってみようと思います。なんかね、当倍の方がほらピントがね合うかもしれないんですけど、それで、今回言い過ぎだな、デジタル時代に紙を使う理由について考えましたので、ちょっと共有させていただきたいというか、一緒にね考えていただきたいと思うんですけど、使う理由、今もう本当にデジタル時代で、メモとかは、メモ、日記、それこそ予定とかはもう全部デジタルで済ませる人も多いと思うんですね。でも手帳界隈とか、なんか紙というか文房具界隈とかは結構アナログに頼ってるというか、アナログを使いたいから、使ってるとかいると思うんですよ。で、その点において、デジタルよりもアナログが勝っているというか、アナログの優位性というか、そういうものを考えてみました。まず筆記体験。はい。触覚的な筆記体験と書いてあるんですけども、まず自分たちの、2つあると思っていて、身体性と精神性ですよね。自分たちの体と、脳の中というか、考えられる、思考する精神性というものが人間には2つあると思ってて、で、その身体性のところにフォーカスすると、はい、このアナログというものがね、大事になってきます。で、これはなんか触覚と書いていますけども、他の感覚も刺激されるわけですよ。例えば、視覚は、この立体感とかですよね。3D とかなんか CG 技術でもありますけども、そういうのは、なんかディレイをね、あったりとか、制限はありますよね。それが自分たちの目で見ているこの世界と、リンクしてるっていうのは、やっぱりこのアナログの良さなのかなと思います。匂いとかもね、嗅覚とかも刺激されますよね。髪の匂いとか、物によって全然違いますし。で、それが記憶につながるのかっていうところにおいては、研究結果が出ていますけども、自分はそれはね、わからないので、保留にしていますけども、身体的なコストです。これ疲れる。普通に文房具を使って、書くのと、指だけ動かして入力していくっていうデジタルデバイスとアナログの違いってやっぱりここありますよね。疲れる。これは身体的なコストでもありつつも精神的なコストもあると思います。デメリットとして。でもそういうものデメリットとして挙げてますけども、私はそれを自体においてデメリットと感じません。手間とかこの疲れるということに対して、それこそもう人間的な、尊さであったり、美しさでもありますよね。この疲れるっていうのは別に悪いことじゃないと思うんですよ。なのでここにあげました。で、よくいきますか。伝える、このディレイってあげてます。対象の時間軸に依存している。これは多分、
なんだろうな。そうですね。あれだ。手紙とか、例えば郵便ボックスを開かないと伝えられないというか、まずあることを、その手紙を開封しないと見れないっていう、この伝えるまでがやっぱりデジタルデバイスよりもあるんですよね、このディレイ。遅れがあるんですよ。そこがなんだろう、デメリットじゃないですけども、そういうね、違いがあります。そして境界、デジタルセンサーって、これ、そうですね。これと同じですね。デジタルの場合は、つながっている状態なんですよね。もう届いた瞬間というか、送信した瞬間に、もうつながってるんですよ。相手との接続がもうできてるわけなんで、相手が見る見ない、そのメールボックスを開く開かない以前にもう到着している状態っていうのが、違いですよね。デジタルとアナログの。どっちがいいのかよくわかんないですけど、一長一短ですけどね。で、言語化っていうところもあると思います。ここね、ちょっとなんか汚れちゃってますけど、今ある自分自身の言語能力下での言語化。これでかいと思います。ね、デジタルデバイスであると予測変換とか、わからない単語があったら調べる。言い換えとかさ、なんか熟語とか、なんか調べられますけども、そうじゃなくて、自分のね、この今持ち合わせてる言語能力だけで勝負するじゃないですけど、だけでものを記していくっていうのが、なんか、そのアナログの良さでもあり、趣かなとも思っています。それで、情報量の制限。字合ってるかなこれ。間違ってるかもしれない。デジタル化では単純に視覚情報が多すぎる。処理が追いつかない。これ単純に例えば SNS、Twitter、YouTube もそうですけども、人間が処理しきれない量の、視覚情報がいっぺんに出されてしまうんですね。それにおいて、脳がパンクしてしまったり、なんだろうな、整理できてない状態で次の題材に足を運ぶことになってしまったりとか、そういう、なんだろうな、それもデメリットといえばそうではないかもしれませんが、着実にこなしていくっていうことが、難しいですよね。やっぱ一つ一つクリアしていくってことも重要だと思うので、それはなんか人にもよると思いますし、よしあしもその人が決めることなので、何とも言えませんが、こういうね、なんか差異があると思います、私は。はい。で、ちょっと長くなっちゃうんですけど、これはね、この状態というか、手帳とかアナログデバイスのことを、スタンドアローン。これは、IT 用語というか、なんか、デジタル系の用語なんですけども、それと、相反してワイヤードっていうのがありますよね。これはもうね、90年代のアニメカルチャーからの影響が強くて、自分のね、こういう表現をしてますけども、これはあくまでも、例なので、流してもらってもいいんですけども、このスタンドアローンっていう状態はやっぱり秘匿性が上がります。まず。そして非対称性。これは
簡単に言うと、誰のものでも、誰のためでもないということですね、その情報が。例えば手帳を書いたとして、それは誰にも見られないってことは、自分だけのものというか、他の人に見せる意図で書いてませんよね。SNS とか、例えばキープというか、今 Google Keep の話ですね。メモ帳アプリとかは、なんかもうその時点で、もう Google に抜かれてる、情報抜かれてるじゃないですけど、もう見られているんですよ。検閲が入ってるじゃないですか。それはもう非対称性ではないし、非特性とはまた別のものになってしまいますよね。線を断つことで社会と同期しない。はい。言語は社会と同期しているっていうのは、これはもう言語自体が、社会と同期しているので、この論を破綻しているというか、のではないかという自分の自炊というか、なんか、あれですね。考えたことなんですけども、ここは別に関係ないんですね。社会と同期しないということが結構秘匿性につながっているのではないかなと思います。そして時間軸、クロノスかカイロス、クロノスからカイロスへっていうです。カイロスっていうのは自分の時間というか、自分が考えた時間みたいな。で、クロノスっていうのは、社会の基盤となる時間というか、その今何時みたいな感じの時間ですよね。で、手帳とかそういうのを扱ってる時って、あんまり気にしないじゃないですか、時間を。その時間自体がもうカイロスであり、しかもデジタルでメモとか残した時は、その時間が記録されたりとか、情報処理としてクロノスというなんか社会的な時間に統制されますけども、カイロスというか手帳とかの場合はその自分の時間なんですよ。その書いてる瞬間というのは、それはもう尊い域まで達していると思います、私は。はい。で、予定調和への反逆。ちょっとなんかかっこいいね、言語を使いたがっていますが、デフォルトであるデジタルでは受動的。ちょっと言ってることがもうちょっとね、よくわかんないです。デフォルトであるデジタルでは受動的。そう、今の世の中はデジタルがデフォルトですよね。アナログデバイスを使うっていうのは結構、なんだろうな、マイノリティ側だと思うんですよ。その予定調和をなんかぶち壊すじゃないですけど、そこで、手帳を使うんだとか、ノートを使うんだとか、アナログデバイスを使うんだみたいな、そういう、なんだろうな、普通、そのままいくとデジタルを使います。デジタルのメモ帳を使うが、あえてここはメモ用にこの手帳をロフトで買うかみたいな、そういう、自由なカオスティックな、その時間の流れみたいなのに趣を感じたり、それを重んじるみたいなのが、なんか人間らしくていいと思います。で、はい。物質的証拠。今でも契約書とか遺書とかは、多分、このアナログというか紙で使ってるんじゃないかなっていうのがあって、これインデックスの最大化。この誰かの筆跡とか、どこかの紙とか、紙の経年変化による
どこに所蔵していたのかとか、なんかまあそういうのもいろいろ読み取れるんですよね。このアナログというか、マテリアルというか、その物質的な要因が重なると、その分情報量も増えるというか、まあなんかデジタルのように、なんだろうな、なんか、制限というか、まとめたりとかは、フォルダでまとめたりとかはできないんですけど、難しいんですけど、まあできますけど、それが難しいんですけども、なんか、それ以上に、まあ、情報量多いなっていうか、で、不可逆性。まあ、これはデータの改ざんが、まあ、デジタルでもデータの改ざんの手がかりというか、筆跡とかは残ったりはするんですけども、このノートとかは、なんかまあ、ボールペンで書いちゃったらもう、二重線でとか、修正テープでとか、もう直した跡が見つかるじゃないですか。もしくは、なんか、ちゃんと聖書用の時とか、ちゃんと綺麗に書いてるとか、なんか、そういうのも一つ一つ、あれですし、再現性も結構ないですよね。例えば、この不可逆性っていう文字ももう一回書けばまた違う形になったりとか、なんかそういう、まあ、良さがアナログにはあるかなと思って、今回ね、まとめてみました。はい。こんな感じです。はい。ということで、今回の動画は以上となります。